辺翔太を覚えてる？今日は前に行った目黒蓮との思い出覚えてるっていう企画。見ました。そう、あれの第2弾ということでね、もう一回改めてルール説明。今回の主役は渡辺翔太。翔太とのいろんな思い出にちなんだクイズを他の3人が答えます。翔太はクイズ自分のこと翔太って呼んでんの。クイズに対して3人分の答えをスケッチに書いてください。で、互いの回答が一致したら1ポイントゲットということです。第1問。僕らが初めて出会った場所をお答えください。これはもう翔太は3人分書くってことでしょ。そうだね。翔太が一番記憶たどんなきゃいけない。まずはじゃあ岩本さん、オープンお願いします。ベン。横浜アリーナ。おお。ステージ上ってこと？いやね、楽屋がね、多分ね、オーディションだとそこだっけ2006年、KAT−TUNの横浜アリーナコンサートがあって、その体育館みたいなところでオーディションやって、で、そこで、じゃあその踊れるメンバー集まって明日から出ちゃいなよになったわけ。でも俺ね、YouTube どっかで話したことあるんだけど、で、その鏡越しでタップこうやって翔太やりながら、めっちゃなんかすっげえガンつけられてんな。パッて見たら、こうちょっと前髪こっちだけ長い翔太がピンクのこういうさ、ロングベストみたいなやつして、こうやってタップ踏みながらめっちゃガンつけてきたのがもう一番最初の出会った思い出だから、俺は横浜アリーナ。状況がカオス。結構ね、初期の翔太は睨みがちだったの。尖りそうだ。トゲトゲくんだね。トゲトゲよ。じゃあ佐久間、俺はね、もうここしかなかったです。ででん NHK709。ちょっと甘がみ709。そう、これリハーサル室なんですけど、なんだったら俺のオーディションの時、特技披露みたいなとこがあって、でそこでアクロバットできますとか言って、俺もちょっとやったりとかしてみたいな、それを翔太が見てた記憶すっごいあって。めめもお願いします。じゃあ回答。はい、じゃん。NHK のリハ室ですね。おお。これはNHK の709ではなくて、ホールの方、それこそ佐久間君に研修生のところジュースをバチャーってやった話を僕前回してるんですけど、その時に佐久間君の斜め後ろぐらいでガンつけてたんだ。ちょっと弱いやつじゃん。じゃあ僕の回答いきますか。貸してくれよ。いきます。オープン。光る横浜アリーナ、佐久間 NHK、めめ名古屋。名古屋。まあとりあえずさ、上から行ってみよう。とりあえず。いやだから横浜アリーナの記憶はほぼ一緒だよね。すごいね。その通り。このちょっと俺の方が早いんだよね、やっぱ光より入ってる。全然早い。1年ぐらいか。で1年後にそのエリートが入ってきたと、なんか踊りうまいやつ入ってきたなみたいなので、すごくざわざわしてて、多分それで睨んで威嚇してたんだよね。俺その翔太が言ってんので俺思い出したんだけど、その光たちが来た時に俺の隣にいたんだけど、翔太が「なんだあいつら」って言ってたからそれすげえ覚えてるわ。そうだ、言ってたよお前。俺も踊れるぞのタップそう、なんだあいつらみたいな。多分普通の踊りじゃ負けるって思ったから、あえて変化球でタップダンスをお前これできねえだろみたいな。そして NHK、709とは書いてないけど、もちろん佐久間のオーディションの時に見本的なジュニアとして前で踊ってたのも覚えてます。そういるんですよ。大体2人ぐらいが呼ばれて、今度オーディションあるから前で踊ってくれる言われるんですよ。でこの時佐久間もなんかそのオーディションの中で結構いたんだけど、あの子踊れるねみたいになってちょっとチヤホヤされてた。そうこうジャニーさんとかにも結構あの子踊れるねみたいな。俺だってすぐその後決まった仕事が青春アミーゴのMV でしょ。そうで、俺もその青春アミーゴの PV が初めてだったの。なのにもうその数日前の子が PV まだ出るってなったから、もうめちゃくちゃ睨んだでこれね、ちょっと問題なのがめめと僕ちょっとね違うんですよ、回答が。場所違うじゃん全然。これね、僕名古屋です。いつの4年前ぐらいかな。さ、お前なんじゃ滝沢歌舞伎ってこと？俺入ってたの10年目ぐらいでしょだよね。そう、入所が10年経ってんのに4年前ぐらいかな。4年前入所じゃなかったっけ？ 4年前認知。お前それラウルぐらいだよ。それだってあいつとぐらいでしょ。5年ぐらいでしょ。いやごめん、これはちょっと俺言い訳させて。俺の中での一番の濃い記憶がこの名古屋の滝沢歌舞伎の御園座っていう名古屋にある劇場の
1ヶ月公演ぐらいやった時にめめが毎日俺のホテルの部屋にああそうだ記憶ある来てこう毎日夜こう語り合ってたわけ。名古屋から東京やったんだっけその時って。東京やってから名古屋だと思う。だよね6月ぐらいだから東だからそう京公演一緒にやってる時は知らないの、ってことになる。で名古屋でやっと知ったのよだからまあ正解者に2人かな。まあでもやっぱね平和に行きたい。平和に行こう。うん全員1ポイント。ゲームこれ意味わかってるこれ。僕とプライベートで一緒に遊んだりこう出かけたりしたこう場所といえば。なるほどね。はあ場所ね。じゃあ光オープン。でね名古屋で行ったうなぎ屋さん。あいいリアクションする。でも今のでもリンクしてないからね。あそっちねみたいな感じなんだよね今。いやわかんないじゃん。わかんないわかんない。わかんない。なんか名古屋それこそさっきさ翔太がメメと初めて会ったって言ってた名古屋あの回あの回の行った日からなんかその名古屋のその近くのご飯屋さんとかそれこそ買い物も行ったりして名古屋で洋服買いに行ったりとかしたから結構名古屋で2人でっていうのがまあ大人になってからだと印象に残ってるかなっていう。佐久間の回答多分これオープン。でね佐久間の家。ちょっと待ってもう分かっちゃったんですよリアクションでも。いやわかるよ。結構ジャニーズジュニアの時ジュニアの友達みんな俺んち来てたのよ。俺んち来てないやつの探す方が難しいおいどんだけ言ってんだよ。でその中でも翔太めっちゃ来てたのよ。あそうなんか結構来ててだからおばあちゃんからお年玉もらったりもしてたしじゃあめめ回答オープン。じゃじゃん。俺んちあえ前に何回かショッピーがうちに遊びに来て、でなんかそれこそ一緒にプレートみたいなの出してなんか焼肉とかした思い出がある。ホットプレートみたいなのしてそうそう出して。 3人の答えが出揃ったということで僕の答えいきます。かい光る温泉施設佐久間の家めめ焼肉。やばくねでこのメメの焼肉っていうのもさあジョンでもどっちかわかんない。わかるでもわかるわかる。ちょっとねこれ光るのは僕覚えてるんです正直。でこれはもうほんと2人そうそうそうで2人きりこのねそうそうそう温泉施設はこれよくこう舞台の終わりとかにふっかさんとか伊達さんとかねそあれもしかしてそれこの間行った場所 YouTube で YouTube 大江戸温泉大江戸温泉だよそうだ大江戸温泉行ってんだみんなでこの間ロケで。そうしかも特に光とそう福超好きだった。光とふっかがめっちゃ好きだったんだよ。めっちゃ好きやでマジで週6回ぐらい行ってたよマジで住んでたねマジでそして佐久間いやこれ俺はすごいファインプレーじゃないマジでファインプレー。俺もねこの印象が一番強い。いやすげえ佐久間多分表で言ってるんだけれど多分こう実家が結構お金持ちでやっぱねそうでもないよ普通よ結構広いのよ。まあ確かにこれより広いいやまあそれはないよじゃんトイレ10分ぐらいかかる遠すぎだよ漏れちゃうよその前にそしてこれめめこの焼肉は果たして僕さっき言いましたよねプレートで焼肉。そうねいや焼肉なのかはお店お店なのの焼肉なのいやもうこれはもちろんホットプレートの焼肉嘘みたいな顔してる嘘ついてる顔してるなお前ごめんなさい正直言うと焼肉店ですね。お店ねでもわりかしここ 1,2 年の話だ。 12年なの確かにねそうどこ店かえな言えるわけねえだけど大江戸温泉の流れで言うとほぼだから合ってんのよねみんな。全員1ポイント。お前さこれゲームが成立してないんだよここでもう最終問題なんですよ。早えなちなみに今皆さんポイント誰が見ても明らかに全員2ポイントだ最後正解した人は4億ポイントバカなんだ4億ポイント入ります最終問題はいよし。僕と2人での思い出といえば本当これもちょっと記憶ありすぎてわかんない。やっぱずっともだからね俺たち俺たち絶対光るオープン。やっぱちょっと待って
いろいろ考えたの。いろいろ考えたの。どうした聞いて玉切れじゃないそれこそ3人とかのはい4人とか6人とかっていうのが結構多い中で2人だけの2人だけでっていうのが結構やっぱ残ってるの俺の中に。いやでもやっぱ分かりますそれは。じゃあ佐久間オープン。もうこれしかないはい。だだん買い物報告買い物ない王国買い物福国。これでしょこのちょっと待ってメニュー教えられてるんですあ、そうそうまあでも簡単に言うと買い物洋服とか買い物すると俺は翔太に報告するんですよなるほどね。でそれを毎回いまだにやり取りやるの確かに昔からやってんだよいやこれしかないまあじゃあもういいんで目黒行きます。おおまあ分からないぐらいがまあ分かんないですじゃあめめオープン。じゃじゃん歌舞伎の歌なるほど。歌舞伎ゼロを初めてやらせてもらった年にそのショッピーが歌を歌ってるじゃんマイフレンドをでなんか声が出なくなってすごいこうメンタル的に来てた時になんか歌のことにでそのなんか話したんだねなんかメンタルとかそれをなんかショッピーがよくなんかいろんなところで言ってるイメージがあったからショッピーをこれ書くんじゃないかなと思ってそれ言ってんだったらそれ書けなるほどねだから翔太に寄せたんだねもちろんメベはということでいきますか。渡辺の回答。頼むこちらマジで光るウェア佐久間弟めめ歌舞伎で。まあ先に言うとめめは正解だね。お前さ今よーくポイント消えたじゃん本当にもうエピソード通り。そう俺はすごいね。その滝沢歌舞伎初めて滝沢君が座長から僕らに座長そうだね僕たちだって2019年初そうの公演でやっぱこう一曲歌うっていうシーンでやっぱこうあまりの緊張感とプレッシャーにこうだいぶ押しつぶされてっていう時になんかこう着替え場で着替えてでそのステージに行く動線にいつもこうめめとコーチが着替えてたのでそこでめめがいつも大丈夫ですもうなんかほんともう病院の先生あもうメンタルケアそうメンタリストだそうもうメンタリスト大悟さんお前違う人になっちゃったよちなみにこのウェアともう一個迷ったのはマジでこれだからあえて光が名古屋のうなぎを2回連続書いてくるんじゃないかっていう思惑もありましたペインティングそうでも光はこれを天丼だと思われるのも尺だからって言って違うことを書きそうな性格でもあるなっていうのを予想したわけよそのウェアこれなんかね俺が最近トレーニングハマってるとどうしよう確かにでこう光に会うたんびに昨日行ってきたんだけどで俺がボソッと「いやなんかちょっとやっぱトレーニングのモチベーション上がるようなウェア探してんだよね」みたいなっていうことをフラッと言ったのしたら次の日にそのなんか俺にウェアをプレゼントしてくれるで僕は今それを着てトレーニングしてるんですけどジムのトレーナーさんが「渡辺さんこのウェアトレーニング中にこうどこが動いてるかちゃんと筋肉が見れるんでこのウェアめちゃくちゃいいです」って言ったらトレーナーさんに「いやこれ岩本がくれたんですよ」って言ったら「さすがっすね」って言ってそしてねもう佐久間よお前さどうしたこれもう弟俺じゃねえじゃんそれ俺の弟でしょ俺じゃねえじゃんこれね僕びっくりしたエピソードがあって佐久間と俺でちょっとコンビニ行くかみたいなでコンビニ俺そんなのコンビニ行こう面白いよ。コンビニ行くかって言って2人で歩いててでコンビニ着いてウィーンって開いたら佐久間出てきたのマジでなんか行っちゃいけない世界入ったのコンビニがもう異次元のコンビニ行っちゃったからもうなんか時空超えたみたいなだって横に佐久間いんのにコンビニのドア開いたら佐久間出てきたしたら正面の方の佐久間が俺に向かってそう「弟です」って言ってきてそこでこう目が覚めたお前どんだけ俺の弟に似てんだよめっちゃ似てんじゃん。めっちゃ似てるよね。そう結構やっぱ子供の頃とかも「双子ですか?」ってすごい言われるぐらい超似てる。そうというわけで優勝は目黒ねすげえやサムネ全部佐久間でここに並んでるやばい俺下にさこれ3人と俺にいて後ろの背景全部俺の顔背景俺の顔でカオスみたいな感じ。企画が分かんなすぎるそれで渡辺翔太の思い出みたいな